こんばんは、クリミナルです。今回は過去にアップしていた動画のリメイクとなります。それでは早速始めます。1963年5月1日、埼玉県狭山市堀金で当時高校1年生の中山よし子さんが家に帰ってこないことで騒ぎになった。よし子さんは自宅から約5キロ離れた高校に通っており、普段は午後5時過ぎぐらいまでには帰宅していた。しかしこの日は午後6時半を過ぎても帰宅していなかった。またこの日は午後2時過ぎから雨が降っており、よし子さんは雨具を持参していなかった。なお、中山家の家族構成は以下の通りである。母親、長女、次女については軽い説明をする。母親は事件の10年前に都内の病院で亡くなっている。母親が隣の村から嫁いだのは1933年5月である。不気味なことに嫁いだ日の翌朝に庭に墓石や粗糖葉が投げ込まれ、あの家に生まれた女の子は無事に育たないという妙な噂が地元で流されたという。長女は既婚で実家とは疎遠だった。子供を授かった時実家に行ったが家に入れてもらえなかった。次女には婚約者がいたが、次女が嫁いでしまうと中山家から女手がいなくなってしまうという長男の意向から同棲はしていなかった。秋に結婚式を控えていたが、自ら命を絶っている。よし子さんのことを心配した長男の健太さんが午後6時50分に小型トラックに乗り学校へと向かった。学校に到着し、用務員や担任教諭に妹を見なかったかと尋ねると、すでに下校したとのことだった。次に健太さんは最寄り駅に向かい、午後7時15分に到着。待合室に入ってみるが、そこによし子さんの姿はなかった。それから15分後の7時半に健太さんは自宅に戻った。健太さんは家族によし子は見つからなかったと報告した。家族は心配したが、一旦夕食をとることにした。ここで健太さんはあることを思い出した。よし子さんは中学生の時に無断で友達の家に外泊したことがあったのだ。今日もそうではないかと思ったが、なぜかこの日は違うと感じていた。不安は的中した。健太さんはいつよし子さんが帰ってくるかとしきりに玄関の方を気にしていた。すると白っぽい何かがガラス戸の下に差し込まれていたのに気づいた。健太さんは三男にその白いのを取ってこいと言った。三男がそれを取りに行き、健太さんに手渡した。それは脅迫状だった。これが実際の脅迫状である。大まかな内容は、子供の命が惜しかったら指定の場所佐野屋に20万円持ってこい。警察に話したら子供を殺めるというものである。ちなみに事件当日は午後から雨が降っていたが、脅迫状は濡れていなかった。その脅迫状には奇妙なカタカナ当て字や誤用された万葉仮名が使用されていた。一見満足な教育を受けていない者が書いたように見えるが、それを装った可能性もある。ちなみに佐野屋とは中山家から2キロほど離れたところにある雑貨屋のことである。脅迫状発見から5分後の午後7時50分頃、父親と健太さんは自宅を飛び出して狭山署に知らせに行った。この時、父親と健太さんは自宅の物置によし子さんの自転車が置いてあるのに気づいた。置かれていた場所は普段よし子さんが自転車を止めていた場所だった。健太さんが車で帰ってきたのが午後7時半過ぎ。この時には自転車はなかった。そして脅迫状の発見が午後7時45分。このことからこの約15分の間によし子さんの自転車に乗った犯人が脅迫状を届けに来たことになる。なお、よし子さんの自転車の荷台についていたゴム紐がなぜかなくなっていた。父親と健太さんが狭山署に向かったと同時に、次男が家の近くに犯人がいるのではないかと思い、辺りを見回ったが、不審人物はいなかった。午後8時25分、父親と健太さんが署に到着。こうして警察は緊急捜査本部を設置した。翌日の2日の夜、
脅迫状の通り、警察は犯人が車で来ることを想定し、佐野屋付近に40名の警官を張り込ませ、指定の場所に次女を立たせた。そして日付が変わった3日の午前0時10分、暗闇の中から、おーい、おーいと中年男性らしき声が聞こえた。脅迫状には共犯者がいるような内容が書かれていたが、犯人とおぼしき人物は一人で現場を訪れた。犯人は続けてこう言った。おーい、来てるのか。来てますよ。本当に金持ってきてるのか。そこに2人警官がいるじゃねえか。一人で来てるからこっちまでいらっしゃいよ。本当に金持ってきてるのか。持ってきてますよ。私がここまで来てるんだから、あなたも男らしく出てきたらいいじゃない。時間がないから、ほら帰るぞ。このやりとりはおよそ10分。声を聞いた感じ、次女、張り込んでいた警官ともに男の年齢は30前後と感じたようだ。次女は気の弱そうな感じだったとも語っている。犯人の声が最後に聞こえてから5分後、声が聞こえなくなったことで張り込んでいた警官たちは男が逃走を図ったことに気づいた。警官たちは一斉に男の行方を追ったが取り逃してしまった。この時、次女に付き添っていた民間人の方がこう証言している。私の時計が12時10分を回った時、犯人が現れた。犯人に最も近い場所にいた警官は、さっと動けそうにもないメガネをかけた年配の警官ばかりだった。ベテラン警官に功績を上げさせるため、年功序列の配置をとっていた。あれじゃあ犯人を取り逃すわけだ。みすみす犯人を取り逃してしまった警察は、警察犬とともに犯人の足取りを追った。すると、現場近くにある井上養豚場で犯人の足跡や匂いが消えた。それから2日後、5月4日の午前10時、佐野屋付近で実況見分が行われ、複数の直旅の足跡が確認された。そして同日、午前10時半、捜索部隊が農道に埋められていたよしこさんの遺体を発見した。よしこさんはうつ伏せの状態で農道に埋められており、手ぬぐいで後ろ手に縛られ、足も紐で縛られ、タオルで目隠しをされ、頭の上には玉石が置かれていた。このタオルと手ぬぐいはよしこさんのものではない。なお、顔の下にはビニールが敷かれていた。これはよしこさんの顔が土に触れないようにするためだとみられる。後頭部には鈍器のようなもので殴打された跡があったが、直接の死因は頸部を圧迫されたことによる窒息死であった。また、首には紐が巻かれており、それは腓骨串という結ばれ方だった。なお、この遺体発見現場付近と近くの雑木林のあたりから直旅の足跡と自転車のタイヤの跡とリアカーの跡が確認されている。司法解剖の結果、死亡推定時刻は5月1日午後3時半頃と推定された。ただ、この時刻だと目撃証言の時刻と矛盾が生じるため、正しい死亡推定時刻は午後4時半頃と見られている。私の動画ではこの時刻を採用する。話を戻すが、よしこさんの胃の中からその日食べていないはずのトマトが確認されている。このことから事件当日よしこさんはどこかで食事をとったとみられる。さらによしこさんの爪には犯人のものと思われる皮膚片が確認された。おそらく頸部を圧迫された際に犯人を引っかいたものとみられる。また、よしこさんの体内には B 型の体液が残されており、遺体の状況から行為は生前に行われているとみられ、無理やりではなく合意の上だったのではないかとみられている。また、五十嵐鑑定では、事件当日よしこさんは処女ではなかった可能性が指摘されている。さらに、千葉大の教授の鑑定書によると、事件の約1週間前に処女膜に亀裂が入った可能性が高いとのことだ。犯人を取り逃し、さらによしこさんが助からなかったことで、警察には非難が集中した。この失態により、警察庁長官が辞任する事態となった。よしこさんは運動神経抜群の活発な女の子だった。体格も良く、砲丸投げの大会で優勝したこともある。巨人の王貞治選手の大ファンで、よくファンレターを出していた。
よしこさんが行方不明になった5月1日は、よしこさんの誕生日であり、この日は午後2時過ぎから雨が降り出していた。よしこさんは日記をつけており、4月26日には、これからのバカンスのことを考えた、と日記に記している。このバカンスとは一体何を指していたのだろうか。5月1日には、今日は私の誕生日、嬉しい、と記している。ちなみにこの日記には、よしこさんの片思いの相手、松本くんに対する思いも綴られていた。次に事件当日の流れだが、本によって目撃証言の時刻が異なっている部分がある。私の動画ではこれからご紹介する時刻を採用し進めていく。5月1日午前7時半、よしこさんは自宅で家族と共に朝食をとる。食事は赤飯だった。午前8時10分、よしこさんは雨具を持たずに自転車に乗って学校へと向かう。午前9時50分から午前11時50分、調理実習でカレーライスを作って食べる。なお、トマトは入っていなかった。午後3時23分頃、複数の友人に、早く帰ってお誕生日のお料理を作らなきゃ、と言い残し、下校する。普段よしこさんは同級生と下校していたが、この日は一人で帰った。その後よしこさんは駅前の郵便局と毛糸店に立ち寄ったことが分かっている。午後3時半頃、畑仕事帰りの女性が第一ガードでよしこさんの姿を目撃。午後3時40分頃、第2ガードでよしこさんの中学の担任教諭がよしこさんの姿を目撃。その時よしこさんは誰かと待ち合わせをしているように見えたという。ちなみにこの担任教諭は中山家を変な家庭だったと話していた。ただ詳しい内容については不明である。なお、この担任教諭の目撃証言は実は5月1日ではなく4月25日の勘違いであったという説もある。これが正しければ、よしこさんは事件の1週間前にも誰かと待ち合わせをしていたということになる。午後3時55分頃、第2ガードから東に約800メートルのところにある自転車屋の前で、よしこさんのことをよく知る男子生徒がよしこさんを目撃。これ以降、よしこさんの目撃情報はない。次に浮上した容疑者について、警察は足跡や匂いが消えた井上養豚場の関係者が犯人であると想定し、捜査に当たった。しかししばらくすると、いくつかの新聞紙がこう書き始めた。養豚場の関係者の青年たちにはアリバイがあり、ほぼ白となった。すると警察は、この養豚場の元従業員で、事件当時、現場近くに住んでいた男性、石川和夫さんにアリバイの上申書を取った。この時石川さんは、父親に兄と一緒に働いていたと嘘を言えと言われ、嘘のアリバイを書いた上申書を警察に提出した。なお、二審で石川さんが語った事件当日の自身のアリバイはこうである。5月1日は朝7時に仕事に出るために家を出た。ただ仕事には行かず西武園に行ってブラブラし、それから所沢に行って午前10時から午後2時までパチンコをしていた。午後2時半に最寄りの入間川駅に戻ってきたが、父親に仕事をサボったことがバレるのが怖かったため、午後3時にタバコを買い、入間川小学校付近をブラブラしていた。すると雨が降ってきたので、入間川駅前にある小屋で午後7時まで雨宿りをし、その後帰宅して一人でテレビを見ていた。話を戻すが、警察は石川さんの嘘のアリバイをすぐに見破った上で、あることに気づいた。上申書のひらがなのつが脅迫状と同じようにカタカナの当て字が使用されていたのだ。ただ他のえやよのひらがなは上申書と脅迫状において相違点もある。しかし警察はこのつに固執し、石川さんを徹底マークするようになった。その後、上申書と脅迫状、石川さんが職場に出した相対届は同一人物によって書かれたものだと鑑定された。また、高村鑑定では、石川さんが裁判長に宛てた手紙と脅迫状の筆跡は同一人物であると鑑定された。そして5月23日、石川さんが窃盗などの容疑で逮捕された。6月5日、ある目撃証言が出る。中山家の近所に住む男性が事件当日の夕方、自転車に乗った男に中山家はどこだ
と聞かれたそうだ。この男性はその男に石川さんがよく似ていたと証言したが、何度か証言していくうちによくわからないと言い始めたことから、その証言の信憑性は低いものとみられる。6月17日、石川さんが釈放される。しかし、釈放されはしたものの、手錠を外され、出口まであと20メートル足らずの場所で別の容疑で再逮捕された。そして6月20日、ついに石川さんは、よしこさんを手にかけたという旨の自白を始めた。大まかな内容はこうである。吉信ちゃん誘拐事件を見て、真似して脅迫状を書いて、それを持ってブラブラしていたら、偶然よしこさんを見つけ、雑木林に連れ込んで、暴行しているうちに死んでしまった。その後、脅迫状を届けに行った。警察はこの自白以外にも、この事件における三大物証とされるものを証拠とした。その三大物証とは、よしこさんのカバン、時計、万年筆である。この点については後に触れる。こうして浦和地裁は石川さんに有罪判決を下した。判決が下った後、当時の総理大臣池田隼人の妻が中山家に弔問にやってきた。これで世間的には事件が解決したものと思われた。なお、浦和地裁第一審で石川さんが有罪であるとされた根拠は以下である。1、被害者の手を縛っていた手ぬぐいは米屋が得意先に配ったもので、被告の姉婿と隣家に配布されていた。2、目隠しに使用されたタオルは被告が参加していた工場の野球大会の商品のうちにあり、被告に渡った可能性がある。3、被害者を埋めた際に使用されたスコップは井上養豚場のものである。養豚場には番犬がおり、知らない人にはよく吠える。被告人は元従業員であるから盗めるはずである。4、養豚場の関係者27名のうち21名の血液型を調べたところ、B 型は被告だけである。5、脅迫状と上申書と相対届は同一人物の筆跡である。6、採取された犯人の足跡は被告人の兄の直旅と同一のものである。7、犯人の声と被告の声は同一である。8、被告人が脅迫状を届けに行く際、中山家はどこだと被告人から聞かれたという証言がある。9、カバン、腕時計、万年筆が被告人の自白通りに見つかっている。この9点から石川さんは有罪とされたのである。しかしその後、石川さんは無実を訴え始めた。取り調べにおいて自白を強要されたと主張したのだ。警察は一向に自白しようとしない石川さんに、やったと言えば10年で出してやる。弁護士は嘘つきだ。じゃあ兄を逮捕するしかないな、と言い放っていた。一家の稼ぎ頭であった兄が逮捕されてしまったら家族は立ち行かなくなる。すると石川さんは、私にしてくださいと言って、あとは警察に言われるがままに自白していった。しかし兄が面会にやってきた時にあることを聞かされて愕然とした。石川さんの兄には完璧なアリバイがあったのだ。それを石川さんが知ったのは判決が下った後だった。